今週はね、丸々1週間使って Vlog を撮ってみたいなと思ってて、なんか僕の好きな YouTuber で、1週間ごとにVlog を上げてる人がいて、ちょっとやってみたいなと思ったんですよね。基本的にずっと自分の Vlog って、なんかこう1日おきに区切って動画を出してたじゃないですか。でも、最近なんか2、3日ぐらいの様子をまとめて1本の動画にするってことはあったんですけれども、この1週間とかくらいの出来事を全部まとめて、1本の動画にしてみたいなと思ったので、ちょっと今週やってみたいと思います。1回でそんなに上手に動画は作れないと思うんですけれども、なんだろうな、明確にやることがある日とか、そういう日だとちゃんと1日に1本動画作れるんですけど、普段の日常とかだと、別にそんな普通に暮らしてて、1日動画を回しても、1本、面白い動画1本作れるくらいの、情報量にはなんないし、無理やりこう動画の尺伸ばすと、それはそれで面白くなくなっちゃうんで、1週間っていうくくりを設けるわけではないですけど、そういうね、何日間か、の出来事を一本にまとめることによって、その一日一日の情報量って別に少なくてもいいし、それが何日もあることによって、いい感じの情報量になるのでいいかなと思って、なので、その動画を撮るハードルっていうのは低くなりますよね。その一日一本っていうね、縛りをなくすことによって、とりあえず、雰囲気だけわかるように、とりあえず撮影しとこうみたいな感じでできるので、ちょっと、今日はまずこれ一本、一週間動画撮って、とりあえず一本にまとめてみて、ちょっとどんな感じか、編集とか、撮影終わって編集してみないとどんな感じかっていうのはわかんないですけど、ちょっとそれをやってみたいと思います。今もう完全に飲んでただけなんですよね。これ、今ウイスキーを飲んでますが、もうこれ今日開けたんですよ。やばくないですか？ちょっとこれでゆっくりしながら、これね、自分の動画見ております。これは、地元にゴールデンウィークに帰った時の動画ですね。エピソード、1176話でございます。たまにですね、こうやってちゃんと自分の動画を見返して、編集時とかもちゃんと見返したりしてはいるんですけれども、自分の動画をちゃんと見返して、ちゃんと動画を一本見るんですよ。動画をちゃんと一本見て、いろいろ改善点を探すっていう作業を1ヶ月に1、2回はするようにしております。で、先月ぐらいの動画で一番、メインというか、長い動画であったりとか、一番ことが大きかった、動画とか、そんな感じのものを見て、改善点を探したりとか、自分の動画ってどういう雰囲気かとかっていうのを改めて見たりしてるんですけれども、やっぱりね、最近の課題としては、もうずっと前から言ってるんですけど、手ぶれですね。手ぶれがすごいしちゃうっていうのと、あとどうだろうな。やっぱりね、ちゃんとね、不要な部分をカットしたりとかってしてるんですけれども、見てください。これ、43分もあるんですよね。これね、実家に帰るとか結構ね、移動時間が長かったりとか、いろんな出来事が起こったりした日の動画なので、それなりに動画の時間が長いのはしょうがないかもしれないですけど、目標では30分以内に収めたいです。フードトラベルの方とか、ちゃんと旅行に行ったりとかしたような動画は、1時間とかあっても別にいいんですけれども、これはね、もう、あくまで気軽に見れる Vlog なので、この、私の Vlog のチャンネルから上がった動画は、本当に、短く、気軽に、軽い気持ちで見れる動画で、ちょっと、遠山の動画上がってるじゃん。ちょっと見てみるか。みたいな感覚で見れる動画にしたいんですけれども、40分とかあると、うわ、こいつの動画40分もあるじゃん。ちょっと、今はやめとこうかなと思って、どんどんそれで視聴回数が縮んでったりしちゃうので、長くても30分以内。こういう時の動画では30分以内。普段の何気ない日常の動画では15分以内くらいにしたいんですけれども、やっぱり編集してみるとこれ40分ぐらいになっちゃうんですよね。で、編集してでも、やっぱりここカットしたくないなっていうシーンが結構あったりして、それで伸びちゃうんですよ。なので、結構自分のこの Vlog の動画の特性として、結構その喋ってることとか、そういうのを全部使わないと、時系列的におかしくなっちゃって、途中で言ってることをカットしたりすると、撮影してる段階から、発言してることは全て使う想定で、撮影してるので、
途中でこうカットしちゃったりするとすごい不自然なつなぎになっちゃったりとか、こう動画の流れがおかしくなっちゃって、後々こう言ってる意味がわかんなくなっちゃうというか、そういう事態になっちゃうんですよ。なので、編集の仕方というよりは、もう撮影の仕方ですよね。もう、この今ね、こうやって喋ってる時点でもこれもう4分かかっちゃってるんですよ。今このクリップだけで4分かかってるんで、もうこれもカットして30分ぐらいに3分ぐらいにできるかわかんないですけど、とにかく最近ね、話が長いなと思ってるんですよね。なので、今こう言ってる間もどんどん尺が伸びてってるので、ちょっと話を短くしたいです。こう簡潔に話せる能力が欲しいですね。あとは手ブレですよね。このね、プロカメラバイモーメントというアプリが、やっぱりどうしても手ブレしちゃって、もうこれがね、どうなんだろうね。このプロカメラバイモーメントの手ブレ補正の強度が普通なのかもしれないですね。iPhone の、純正カメラアプリの手ブレ補正が強力すぎるっていうのはあるかもしれないんですけれども、こうね、やっぱり手ブレどうしても気をつけようと思ってても手ブレしちゃうんですよね。両手で持って撮影したりとか、ジンバル歩きしたりとしても、手ブレしちゃうんですよ。一応このアプリ内で手ブレ補正のオンオフを、設定することできるんですけれども、基本的に手ブレ補正オンにしてるんですけれども、結構ブレちゃうと。そしてさらに、広角レンズとかで撮ってしまうとよりブレが悪化するんですよね。これ今 iPhone 13 Pro を使用して撮影してるんですけど、普通の広角レンズ、メインのレンズの方が、手ブレ補正が一番強くて、で、超広角とかにすると手ブレ補正弱まっちゃうんですよね。なので結構ね、見てて思ったのが、超広角レンズで撮影したビデオが結構ブレてるなっていう感じがしますね。最近ね、やっとこの、超広角レンズは暗所に弱いということが、理解できたので、夜間はあんまりね、暗所では超広角は使わずに、メインの広角レンズを使って撮影するようにしてるんですが、日中はやっぱりね、やっぱり広角のメインのレンズの方が画質が良くて手ブレはしにくいということが分かってたとしても、やっぱりいざ撮影しようってなると、広い範囲を撮影しようっていう気持ちが勝っちゃって、超広角レンズを使ってしまうんですよ。そうすると、昼間はね、明るい場所であれば画質の劣化っていうのは少ないんですけど、やっぱり手ブレがすごいなと思ってね、ちょっと後悔するんですよね、見てて。それでも超広角レンズを使ってしまうっていうので、改善点としては、昼間でもなるべく広角レンズ、メインのレンズを使うか、もう本当に手ブレを気をつける。手ブレすごい気をつけてるつもりであるんですが、どうしてもブレちゃうんですよね。だからこれがもう本当に完全に私のテクニック不足なのかどうかはわかりませんが、そこら辺のちょっと技術を磨いていく必要があるのかっていうのはちょっとまだ、考えないといけないポイントであるんですが、そういうことがありますね。で、今これ GoPro で撮影してるんですよ。これ今このテレビにこの映ってる、この、地元で夕方散歩してるシーンっていうのが、これ GoPro Hero 12で撮影した映像なんですけれども、やっぱりね、これ改めてこれって大きい画面で見たら、見てください、これ。GoPro の映像、これは暗所では完全に使えませんね。これもうブレブレなんですよね、もう。わかりますかね？もうブレブレすぎて使えないんですよね。なので、もう本当に GoPro は暗所ではなるべく使わないようにしようと改めて思いました。分かってはいたことなんですけれども、やっぱり改めて GoPro はちょっと暗所では微妙だなっていうことが分かりました。かといって、iPhone で撮ったとしても、ブレブレになっちゃうんで、やっぱり Osmo Pocket とかが欲しいところなんですが、あれもね、多分もう本当に7、8万するものなので、いきなり買えないので、今あるもので、なるべくクオリティ高い映像を撮りたいですよね。あんまりね、正直ね、私の生活であんまり暗所でカメラを回すっていうことは結構朝方の人間なので、暗所でカメラを回すっていうことが、地元に帰った時は結構ちょっとね、夜型人間になったりするので、暗所でカメラ回したりすることが結構多いんですが、オズモポケットが最近めちゃくちゃいいと思っていて、もう多分この話5回目ぐらいだと思うんですけど、1インチセンサー内蔵してて、かつジンバルも内蔵ということで、もうね、オズモポケット、特にオズモポケット3ですよね。もう2、3ヶ月前に発売されたオズモポケット3がものすごく良くて、画面がフリップするタイプの、ものですね。あれが、
ものすごく暗所でもすごい綺麗に撮れて、かつジンバル内蔵なわけなので、もう本当にね、iPhone よりも、シーンによっては、すごく綺麗に撮れるんですよ。なので、あれ欲しいですね、本当にオズモポケット。多分、このシーンでも同じようなこと言ってると思いますけれども、オズモポケット3欲しすぎます。でもね、ちょっとね、優先順位的には、オズモポケット3、本当に欲しすぎるところではあるんですけど、やっぱちょっとね、動画用にミラーレス一眼がちょっと欲しいなと思ってて、多分優先順位はそっちが上なので、動画用のミラーレス一眼、一番第一候補としては ZV-E10 です。もうね、あれはもう発売から2年ぐらい経ってるんで、今更かよって思われるかもしれないですけれども、自分の中では、あれが今、第一候補なんですよ。なので、あれをゲットしてから、オズモポケット3かなっては思っております。こんなこと言ってるうちに多分ね、オズモポケットもね、新機種、オズモポケット4だが、出てしまうと思うんですけど、とにかく自分の中の優先順位では、動画用のミラーレース一眼をゲットしてからオズモポケットかなと思っております。やっぱりね、ちょっとこの手ぶれの話は置いといて、この動画が長いっていう問題に関しては、やっぱり喋りすぎなんですよね。ちょっと聞いてて、無駄な話が、無駄っていうわけではないですけど、やっぱりちょっともう少し簡潔に話せるなっていうポイントがあったりするので、なるべく簡潔に短く喋りたいなって思うことありますね。やっぱ喋りが長すぎるのかなっていう感じはします。なのでちょっと喋り方をちょっと意識した方がいいかもしれないですね。なのでね、手ぶれはね、昔と比べるとだいぶ軽減したので、もうとりあえずあれですね、もういろいろね、二つも三つも同時進行でやると、パンクしてしまうので、もうとりあえずはあれですね、喋る内容を、ちょっといろいろ自分の動画とか、見ながら研究しつつ、どうすればいいかっていうのをちょっと考えようかと思います。そういう意味でね、ちょっと自分の動画とか見たりしてるので、もうこうやってちょっとね、お酒飲みながらゆっくりするタイムとか、自分の好きな YouTube とか、あと映画とかが好きなので、そういうの見たりするときもあるんですけれども、たまにはこうやって自分の動画を見返したりしてるタイムがあるので、ちょっとね、より良くなればなっていう感じがしますけれどもね。これでもね、本当に YouTube 始めても4年ぐらいになりますが、最初の方の動画とか見ると、やっぱり雲泥の差なんですよ。今の動画も完璧とは言えないですけど、めちゃくちゃ成長してるんですよね。やっぱ4年前と比べると。自分で言うのもなんですけど。なので、やっぱり確実に成長はしてるので、ここで気を抜かず、いろいろ改善点を見つけつつ、やっていくのがいいかなと思うんですよね。10時半ぐらいに母親が帰ってくるよって言われて、来てみたらって言われたんですけれども、帰ってきてますね。もう、このカメラ覗くのも1週間ぶりぐらい。おうどうもどうも。これ祖母にもらった、北方のせんべいみたいな。いつもらったんだろう。ちょっと残ってたんで食べます。若干しけってるけどうまい。北方せんべいって子供の頃から好きだったんですよね。懐かしすぎる。うま。やばい、もうかれこれ家族と日が変わるくらいまで喋ってて。やばい。iPad の充電が7%という。最初ね、70%ぐらいまであったんですけれども、実家にあるペットカメラのこのパナソニックのホームネットワーク W ってこのアプリがね、めちゃくちゃバッテリー食うんですよね。なので、もう iPhone だと全然バッテリー足りなくてすぐなくなっちゃうので、この iPad ね。iPad だと全然長い時間通話できるし、画面もでかくていいので iPad でやってるんですが、もう iPad でギリくらいなので、なんでなんだろうな。もうね、こんなにバッテリー消費するアプリ見たことないですね。もうそこら辺のゲームとかよりね、なぜか、バッテリー食うんですが、iPad でよかった。もう iPad の残り充電7%しかありません。おはようございます。今日は土曜日です。はい、ということで、外に出てきました。久しぶりに、
ランニングをします。今の気温15度なんですけれども、半袖着てきたらちょっと若干肌寒いぐらいですけれども、走るにはちょうどいいんじゃないですかね。とりあえず5キロくらいかな。5キロくらい走ろうと思うんですけれども、全然最近動いてなくて運動不足なので、まずちょっと準備運動的な感じで歩いてから、この先行くとね、与平沼公園のところに行くんですけど、そこから走り始めようかと思います。今ちょうど1キロぐらい走ったところなんですけれども、やっぱり基礎的な体力がついてきてるおかげか、結構久しぶりに走っても結構そんなにきつくないんですよね。今1キロ走ってみたけど、めっちゃなんか速かったですね。でですね、いつも普通に走ってる時は、普通に練習で走る時は5キロぐらい走ってるんですけど、これを普段の日常的なランニングでも10キロぐらい走れるようになると、さらに体力つくんじゃないかなと思うんで頑張りたいですけど、とりあえず今日は5キロですね。というかさっき Vlog の動画編集してて思ったんですけれども、最近この iPhone 13 Pro で、ログ撮影するために使ってるプロカメラバイモーメントっていうアプリなんですけど、やっぱりね、どう頑張ってもアプリケーションは手ブレ補正がすごく弱くて、やっぱどう頑張っても手ブレしちゃうんですよ。なので夜間とか暗所ではこの iPhone の純正カメラアプリを使った方がいいんじゃないかって思って、この iPhone 13 Pro でもかなりね、手ブレ補正ものすごく優秀で、こうやって今純正カメラアプリで撮ってるんですけれども、結構暗い場所、この街灯の明かりと車の明かりぐらいしかない場所で撮ってるんですけれども、結構ね、手ブレ抑えられてると思うんですよ。なのでかなりね、 iPhone の2世代3世代前の iPhone であっても暗所性能ってかなり高いので、暗所ではやっぱり純正カメラアプリを使った方がいいんじゃないかなと思って、なのでずっとプロカメラバイモーメントで撮るんじゃなくて、こういう暗所とか動きの多いシーンとかは、純正のカメラアプリで撮るのがいいんじゃないかなって思います。その場合もね、カラグレとかのできる幅は減っちゃうんですけれども、少しね、おかしくならない程度に色をいじることもできるし、やっぱりね、その手ブレとかしないこと優先なので、とりあえずね、ちょっと使い分け大事だなと思いました。そして今車がいなくなったらめちゃくちゃ静かなんだけど、ちょっとめちゃくちゃ静かになってびっくりしてます。iPhone 15からだったかな、ログ撮影が純正のカメラアプリでもできるようになったんですけれども、多分ね、それだとその15の、純正カメラアプリでのログ撮影をすると、多分手ブレ補正、このアップルのちゃんとした手ブレ補正のこの状態でログ撮影できると思うんですけれども、だから多分ね、ログ撮影すると手ブレ補正が効きが悪くなるわけではなくて、プロカメラバイモーメントというアプリの手ブレ補正が貧弱だっていう感じというか、その iPhone のそのハードウェアの手ブレ補正の、部分にあんまりなんていうんだろうな、アクセスがうまくいってないというか、そこら辺の互換性が多分いまいちだと思うんですよ。なので手ブレ補正が弱いと思うので、15とかだと純正カメラアプリでログ撮影できるので、それだとね、いいんで15欲しいですね。なんか今完全にもう結構長い時間歩っちゃってますが、ちょっと休憩がてら喋ってるんですけど、 iPhone 13 Pro もね、これ2世代前、今15でもう今年のもう秋ぐらいには16が出ると思うので、3世代前になっちゃうんですよね。だからね、まだ全然普通に使っていく分には全然問題ないんですけど、やっぱりちょっと古い感じがしてきたので、15ね、一番はあれですよね、タイプ C になったから、ライトニングからタイプ C になったんで、性能も良くなったし、ケーブルも、他のデバイスと統一できるっていうのもあるし、あとそのログ撮影の問題もあるので、ちょっと15、今15買うのちょっと損かもしれないんで、16以降ちょっと欲しいですね。でもその代わりですね、多分ね、15とかの純正カメラアプリでログ撮影すると、めちゃくちゃファイルの容量が大きくなっちゃって、もう1分で何ギガとか食っちゃうみたいなんですよ。なので、外付けの SSD とかをつながないといけない、つなぎながら撮るのがいいらしいです。それもね、タイプ C になった頃はできることで、多分ライトニングではね、その外付けのストレージに保存するとかできなかったと思うんですよね。だからその外付けのストレージも15からの対応だと思うので、なんですが、
1TB とかのモデルだと大丈夫だと思うんですけど、256とかのモデル、びっくりした音楽が急に流れた。容量の小さいモデルだともう本当にね、すぐ容量なくなってしまうので、外付けの SSD とかをつけながら撮った方がいいらしいんですけど、またね、それも iPhone 自体が重くなったりでかくなったり持ちにくくなったりとかって問題も結構出てきそうで、まあそれはそれで面白いと思うんですけど、なんかそれでいろいろ試行錯誤が必要なんじゃないかなって予想はしてるんですけど、まあなんか何のケーブルがいいとか、そもそもその SSD 自体どういうものがいいかとか、まあそういうのもありそうですけれども、最近めちゃくちゃその15以降の iPhone が欲しくなってます。今ちょうど3キロです。本当は 2.5 キロで引き返そうと思ったんですけれども、夢中になって走ってたら3キロ走ってましたが、とりあえずね、ここら辺で折り返そうかな。ここね、もう少し先に行くと、大野原、地下鉄の大野原駅があります。はい。で、ちょっと引き返しますけど、その地下鉄大野原駅に行くまでで結構ね、登ってるんですよ、ここから。なので、大野原駅のところまで行くと、まあ、片道3キロ、3.5 キロにはなるかわかんないですけど、結構ね、登って、で、もう一回降りてくるので、結構ね、運動になると思うんですよね。なので、今日はやめときますが、だいたいね、その、大野原駅の方まで走ると、7キロくらいになるのかなっていう感じですね。なんか最近ね、その、5キロ走ろうとか思ってても、なんか、5キロだと思ってたコースを走っても、家に着いて、この、アップローチで計測したの見てみたら、4キロぐらいしか走ってなかったりするんですよね。なので改めてちょっと、距離測ってみようと思って、5キロのコースを見つけようと思ったんですが、今日もこれ片道3キロ走ったので、多分ここから引き返して6キロだと思います。なので今のが6キロのコースかなと記憶しました。今の何橋か分かんないですけど、あそこの橋ね、橋渡り終えて引き返すコースがだいたい6キロのコースだということが今日分かりましたので、これでね、アプローチもね、多少誤差があると思うので、これで家に着いて6キロになってるかですけど、ちょっととりあえず残り半分走ります。帰宅 6.2 キロです。で、ちょうど1時間ぐらいですね。ペースは10キロ。喋ってたんで遅くなったんだと思いますが、とりあえず久しぶりなんでいいでしょう。そんな具合悪いの？すごく具合悪い。ポさん。一口も食べてないから、水も飲んでないから、それにとっては一大事なんだよね。すごく胃が減っちゃってる。大丈夫なのかな？ちょっとやばいか。なんでだろう。昨日の夜は元気だったの？昨日の夜は普通だったけど。そうだよね。今日の朝からなの？そうなの。なんだろうね。吐いちゃったりとかしてる。なんか変なの食べたのかな？吐いて、好きなおやつも食べられない。なんだろうね。そうだろうね。わかんないよ。なんでもいいから、おやつ食べてくればいいんだけど、全然食べないんだよね。インコさん、ご飯食べろよ。なんだべな。食べ始めた。お母さんは隠れでちょっと、お母さん見るとやめちゃうから。そうです。逆にいなくなっちゃうとやめちゃうんじゃない？なんでなの？今食ってるよ。ちょっと、くつろいでみる。ポーさん、ご飯食べ始めた。おいしいかな？食欲が出てきたか？そのまま寝てんのか。ポーさん、あれね、寝てるね。そうなの。終わりポーさん、ご飯。なんだめ、やっと食べたと思ったのに。やっぱダメ？確かに。ダメか。なんで食べないんだろうな。ちょっと原因がわかんないんだよね。一回パクって吸うんだけど、ベロって出しちゃうんだね。そうなんだ。ご飯食えよ、ポーさん。バイバイ。バイバイ、おっちゃん。また来てねって。
ちょっとだけ食べれたかな、見せてね。ねんねを。ねんねしていいこれ。ねんねね。ねんねしていいねんね。これポップコーン作ったんですけど、残り少なくて、それ全部使ったんですが、これしかできなかった。でなんかこのポップコーンの味付けする粉の木刀みたいなのがあるんですよね。ちょっとこれかけてみよう。これかけてなんだろう、蓋して振ればいいのかな。一応粉入れて蓋して振ってみたんですけど、絶対これ味濃いでしょ。なんかしょっぱくもなくちょうどいいな。そして甘い。このくらいの量でちょうどよかったんでしょうか。なんか逆にもう少し多い量でやったら味薄くなっちゃいそうな気もしますけど。おはようございます。朝ごはんはチャーシュー丼と、サラダと味噌汁。はい、とりあえずコーヒーです。うまい。ちなみに今日は江東台公園で立ち飲みのイベントやってるらしいですね。まあでも先週青葉祭り行ったから今週はいいかな。なんか5月めちゃくちゃイベント多かったんだ。青葉祭りしか行けませんでしたけれども、すごい。もうほぼ毎日の曜日にイベントやってたみたいです。まあでもゴールデンウィークとかがあるからかな。なんかあそこのサイゼリア塗り替えられてる。もうこの前の教訓として、これくらいの暗さになったら GoPro は使えないということで、やっぱね、どうしても暗所性のダメなんですよね。1時間ぐらい歩いてきましたね。5キロくらい。夜ご飯はチャーハンです。さあどうだろう。ちょっと心配だな。最近チャーハン失敗したんですよね。あ、美味しい美味しい。普通にうまいです。チャーハンの素みたいな粉状のやつで作ってるんですけど、あれだけじゃなくて、なんかちょっと味付けにニンニクと醤油を入れて、で、肉ね。肉は、肉入れると美味しくなるかなと思って、でも肉なかったので、サラミなんですけれども、入れてみたらすごい美味しい。やっぱりちょっとアレンジは必要だったみたい。めちゃくちゃ美味しい。寝るポジションか、ポーさん。復活してよかったな。じゃあそれ食べてあげるか。そうだな。まだ食べてます。今日はなんとか復活。さっき発見したんだけど、こいつ多分もうこれ1ヶ月ぐらい前に買ったやつだけど、これ絶対しけってるでしょ。まあ若干しけってはいますが、全然いけますね。これ美味しいですね。また買ってこよう。めっちゃウイスキーと合います。この一枚一枚大きいのがいいですね。今日めちゃくちゃ空いてる。めちゃくちゃ空いてるけど、今日も鳩に狙われそう。あそこでご飯食べようと思ったんだけど、飲み物がなかったので飲み物買いに行きます。東口周辺歩くの久しぶりですけど、なんかあそこにあったコンビニ、潰れたコンビニみたいなのが取り壊されて駐車場になってる。なんかめちゃくちゃ久しぶりだな。東口の駅の中は結構来てたんですけど、外に出てくるのめちゃくちゃ久しぶりな感じがします。この石井スポーツとかにも全然行ってないし、ここのセブンイレブンもなんか完全にセルフレジになってますね。有人レジがゼロで完全に無人というかセルフレジオンリーになってますが、でも惣菜とかの取り扱いはできないから、やっぱり人は必要みたいですね。キオスクとかそういうのだったら今完全無人の店舗増えてきてますけど、セブンとかファミマとかああいうコンビニは完全に無人にすること可能なんでしょうかね。今日はもうね、寝坊して朝ほとんど食べてないので、めちゃくちゃもう空腹が限界。もう2時半なんですよね。やば。帰ってきて完全にソファーで寝落ちしてました。もう7時近い。
さてとりあえずコーヒー入れてきました。いただきます。夜ご飯です。食材なさすぎてめちゃくちゃ質素。インコちゃん復活ですか？よかったね。ポーさん。元気になったら元気になったで怒り出す。ポインコ。これ祖母宅に行くとたまにもらうヤクルトのコーヒー牛乳。これ何気に美味しくて結構好きなんですよね。うまい。このなんか駄菓子っぽい味がね、美味しいんですよね。ちょっと寝る前に編集します。おはようございます。朝ごはんです。本日はあいにくの雨です。出かけるのにな、こういう日に限って雨降るんですよね。よし、コーヒーです。ということで本日は用事があるのでちょっと出かけます。あいにくの雨ですが、こういうね予定がある日に限って雨降るんですよね。一日家にいる日はなぜか晴れてるんですけど、まあでも気温が高くないので蒸し暑くないっていうのがまだ救いですけど、とりあえずこの切符190円だから一回出ちゃおう。やっぱ平日の午前中は駅も空いてますね。今日は郡山に行こうと思うんですよ。郡山、今チケット売り場に来たんだけど、郡山までのチケットがね案の定ないんですよね。だから福島までのやつを買って郡山で生産することになるかなと思います。ダブル切符でご乗車中で、福島より先各方面にこのまま電車で乗り継ぎ乗り越し確実。福島駅、ドア横を開けるのボタンを押してお降りください。郡山駅です。めちゃくちゃ久しぶりなんだけど。よし、ちなみに仙台から福島の切符買ったんですけど、追加料金は970円でしたね。多分トータルの金額が2300いくらだったので、多分、そのくらいの金額になってるんじゃないかと思います。やっぱどうしてもね、仙台駅で駅名検索しても郡山って出てこなくて買えなかったんですよね。福島までしか。まあそれはいいとして、郡山駅めちゃくちゃ久しぶりなんだけど、あれですね、乗り換えで使うことはあるんですけど、改札から出たのは本当に 2,3 年ぶりなんじゃないかな。現在時刻4時半。ちょっとね、どっかでご飯を食べたい。多分そろそろ混む時間になっちゃうと思うんで、ご飯をどっかで食べたいんだけど、どこがあるだろう。なるべく郡山でしか食べれないものがいいんだけど、ちょっとそれも探すのめんどくさいので、どうしようかな。ここ以外も見てみるか。ちょっと駅の中散策してみます。なんかすごいおしゃれなお店だと思ったら観光案内所か。前こんなおしゃれじゃなかったけど、すごいなんかところどころ変わってます。そうだ、そういえば1階にフードコートがあったような気がしますね。ちょっと行ってみようか。あそこじゃないかな、フードバザール。お、懐かしい。この東大門でいいんですかねっていう韓国系のお店にしました。あそこ、ここね、祖母に子供の頃にめちゃくちゃ連れてきてもらったんですよ。会津に住んでたんですけど、電車で遊びに連れてきてもらってたんですけど、
もう本当にね、子供の時、小学生になる前くらいの時に、祖母に、会津に住んでる祖母に結構ね、郡山は電車で遊びに連れてきてもらってて、ここのフードコートでね、ご飯食べた記憶があるんですよね。なんか全く変わってない、雰囲気は変わってないね。入ってるお店は変わってるかもしれないけど、あそこのなんかジェラート屋さんみたいなとこでご飯アイスみたいなの食べたりもしたんですよね。いや懐かしい。そしてやっぱ空いてるな、この時間。めちゃくちゃ快適。牛カルビ石焼きビビンバっていうのをしていました。めちゃくちゃうまそう。そしてなんと冷麺付き250円だから、そんな期待してなかったけどでかい。うわ、めちゃくちゃ正解でした、このお店。熱そう、絶対熱い。これやばすぎますね。うまっ。ビビンバめちゃくちゃ大好物なんですけど、あんま食べる機会ないんでね、めちゃくちゃ久しぶりに食べました。帰りは高速バスで帰ろうと思います。やっぱね、電車乗り換えいっぱいあって大変だし、バスはね、乗ってるだけで着くんですが、混んでるとちょっと窮屈かもしれないです。で、バス乗り場がね、調べたんだけど、あっちかにあるみたいで、ちょっと、バスがね、今5時くらいなんですけど、ちょうど1時間後ぐらいにあるみたいなので、そのバスが最終なので、それに乗んないといけないんですけど、それで帰ろうかと思います。ちょっと乗り場だけ確認しといて、あとチケットとかどこで買うんだろう、ちょっとそれも調べてみますが、いやー、めちゃくちゃ久しぶり。郡山駅すごいね。あった乗り場案内の看板がありました。あった仙台行きは、4番だから、ここら辺かな。で、案内所っていうのがあるんだけど、近くに案内所なんてあんの？なんか何もないように見えるけど、チケットどこで買うんだろう。あった。もっと奥の方でした。あそこだね、4番乗り場で、ここが案内所だから、ここでチケット買えるのかな。ちょっと行ってみよう。なんかここで買うのかな。ちょっと行ってみるか。現金でも支払えるみたいなんだけど、ぴったり払えるかわかんないからチケット欲しいんですよね。なんか違いそうだね。このノルカっていうやつのなんか、なんだろうね、これスイカみたいなやつなんですかね。ちょっとわかんないけど、じゃあちょっと現金用意しとくか。ちょっと今小銭が全然ないから、そうなると2400円だから100円玉を4枚作っとかないといけません。まあいいや、じゃああと1時間ぐらいちょっと、街中をふらつこうと思います。じゃあちょっとヨドバシカメラ行っちゃおうかな。いやもう郡山のヨドバシカメラとか何年ぶりかわかんないですよ。郡山ヨドバシもね、何回か来たことはあるので、まあ少しはわかるんですよね。でもね、もうパッと見の雰囲気は仙台のヨドバシと変わんないから、デジャブがすごい。なんか雰囲気としては仙台の昔のヨドバシに似てる気がしますね。今の仙台のヨドバシはね、でっかくなって結構新しい感じがするんですが、なんか昔のヨドバシに結構雰囲気似てる。なんかやっぱアナウンスが新鮮ですよね。いつもね、あの流れだと仙台のヨドバシカメラって言うんですけど、もちろんここは郡山のヨドバシカメラっていうので、なんかそれが新鮮。ちょっとあと30分ぐらいあるんで、暗いな。なんか最近にしては5時半でめちゃくちゃ暗いなって感じなんですけど、ちょっと街の中を歩いてみます。なんかここら辺行って、あっちのアーケードの方からなんか一周して戻ってきて、でそうするとちょうどバス乗り場が近いので、それで時間ちょうどかなと思うので、あれだ、小銭作っとかないといけないんだ。ちょっとそれも、やりつつ、ちょっと少し散歩、雨ですけど、ここでバスで飲むコーヒーを調達しよう。このが良かったのでこれにしました。キウイサイダー、飲んだことないな。これが郡山のメインストリートというか、そんな感じのとこなんでしょうか。一応アーケードっぽくなってるけど、郡山ってね、駅前とか、あと普通に車で用事がある場所に直接行っちゃったりするんで、駅前とかは知ってるんですが、結構街歩いたことはないので、なんかすごい新鮮な感じします。なんか本当に来たことない街みたいな感じ。
これめちゃくちゃ風情あるな。駅前アーケード商店街。これフォトウォークにバッチリじゃないですか。すごいな、雰囲気が。うわ、雰囲気がめちゃくちゃ好きなんですけど、こういうとこに入ってるお店はちょっと勇気なくて入れないですね。なんか仙台みたいにめちゃくちゃ賑わってて華やかなのもいいけど、ちょっとね、こういう落ち着いてる雰囲気も結構好きなんですよね。あ、すごい。喜多方に行く高速バスだ。直通で行けるんだ。郡山も歩いてみると面白いですね。そして懐かしい場所が結構あります。あ、そういえば思い出したんだけど、ここの長い通路に昔なんか歩く歩道はそうだけど動く歩道みたいなのがあったんですよね。今もあるのかな。あ、これも昔祖母に連れてってもらったな。これあれですよね。このなんていうんだっけ、ビッグアイだ。ビッグアイのこのビルの20何階かにある、あれ右側のビルの案内図、20階から24階にスペースパークっていうね、なんていうんだろうな、科学館みたいな、そう、科学館ですねがあるんですけど、よくね、もう祖母に連れてきてもらいましたね。もう本当にもう何年前だろうね。多分小学生にもなってないような頃の物心つきたてぐらいの時だったので、めちゃくちゃ昔だと思うんですけど、でここがね、なんだっけ、世界一高い場所にある、なんだっけ、世界一高い場所にあるあれだ、プラネタリウムってなんかギネス記録になってるらしいんですよ。最近知ったんですけど、あれだね、動くほどなくなってるわ。20年ぐらい前の話なんであれですけど、ここの通路に動く歩道みたいなのがあってね、そう子供の時歩いてたんですけど、当時はめちゃくちゃ長く感じましたね。さあ、とりあえずちょっともうバスまであと10分ぐらいなので、そこ降りるともうすぐ4番乗り場なので、ちょっとそこに行ってバスに乗って、もちょっと疲れたので多分爆睡だと思うんですけど、バスに乗ります。なんだっけ、今結構ね、もう6時ぐらいでラッシュ、退勤ラッシュの時間だと思うんですけど、全然混まないですね、郡山は。やっぱ人の数が違うのか。仙台の退勤ラッシュの時間帯はもう本当に混みすぎて、東京なんかと比べたら全然空いてる方だと思いますけど、めちゃくちゃ仙台人多いんですよ。でも郡山めちゃくちゃね、このみんな帰る時間帯でも人が少ないんで行動しやすい。新幹線が通過してる。会津若松駅も同じバス停なんだ。このまま地元帰っちゃいたいですけど、でももう再来週帰るんですよね、また。めちゃくちゃラッキーです。やっぱバスにしてよかったな。東北自動車道経由高速仙台行きです。乗務員は
する場合もありますので、着席中はシートベルトを着用してください。この先、虎丸、郡山市役所、郡山女子大学、この先、郡山インターチェンジより東北自動車道に入り、仙台まで運行してまいります。仙台宮城インターチェンジで東北自回数券を販売いたしております。割引回数券のお求めは、お降りの際に乗務員までお申し出ください。お客様にお願いいたします。パソコン先東北自動車道仙台宮城インターチェンジまで東北自動車道を経由いたしまして、仙台市内広瀬通り町長終電仙台2番ジャニバスを進めてまいります。ご利用の停留所、車内のそのあらずさらず上でございます。もしものして乗務にお知らせの方をお願いいたします。お客様にお願いいたします。車内全席にとなっております。車内でごゆっくりご利用ください。次は2号バスの電乗車停留所と停電所となります。お待たせいたしました。本日も宮城交通をご利用いただきましてありがとうございます。このなんとか無事仙台到着。なんとかこのデッキの下を通って雨に当たらず電車乗り場まで行きたい。ちょっと買い出しして帰宅。ちょっとこれ気になって買ってきてみたんですよね。青森風煮干しラーメン。これかなりお湯入れた瞬間から煮干しの匂いがすごい。なんか想像より煮干し感強くないですね。なんかでも煮干しの味はちゃんと出てるんけど、すごいあっさりみたいな感じで程よく煮干しを味わえる。そもそも青森風ラーメンっていうのを初めて見ましたけど、青森ってラーメン有名なんですかね。あれかな、海鮮系だからっていうこと？これ美味しいですね。毎回祖母宅に行くともらう。これ祖母が好きなもち吉っていうせんべい屋のせんべいなんですけど、これがすごいなんか甘くて美味しい。こんな感じのやつですね。味としてはうまい棒のコーンポタージュ味みたいな感じ。見にくいかもしんないけど、ここにがっつりコーンポタージュ味って書いてあったわ。ウルチップスって書いてあるから、うるち米で作ったんですかね。チャーハンです。ということで、今から走りに行こうと思います。4月の終わりのマラソン大会終わってから、もう本当に週1回も多分走ってないくらいのペースでしか、走ってなかったんで、2日に1回か3日に1回ぐらいのペースで走りたいですね。あともう少し速度も上げたいし、本当に真夏になると、本当に暑すぎて走りたくなくなるので、ちょっと今のうち体力つけときたいんですよね。なのでちょっと走ってきます。とりあえず5キロかな、5キロ。この前改めて、距離を測って、正確に5キロのコースをまた見つけたので、ちょっとそこを走ってきます。あれ？こんなピンク色の花咲いてたっけ？何の花だろうこれ。めちゃくちゃ綺麗ですね。なんかこの前まで咲いてなかった気がするんですけど。だいたい半分くらいかな。21分。ここだ。今、この交差点、左に曲がると、小松島のヨークベリーマルがあるところなんですけど、ここまでが、ほら、もう 2.68、2.7 キロになってますけど、だいたいここで折り返すと5キロ。夜の公園めちゃくちゃ不気味。さて今が、4.2 キロ走って41分っていう、ペースは現状維持って感じなんですけど、なんかめちゃくちゃ走るの楽になりましたね。なんか
マラソン大会終わってから、なんかちょっと地元に帰ってから家族と父親と走ったりした時にも思ったんですけど、なんかかなり走るのがすごい楽になったというか、体が軽くなったというか、変な汗とかもかかなくなったし、明らかにこう走った時の疲労感みたいなのが減ってる感じがしたんですよ。でその時にそういうのを気づき始めて、で今ね、これもね久しぶりに走ったつもりなんで結構運動不足だったと思うんですが、それでもなんかめちゃくちゃ楽なんですよね。今も全然あまりね息切れとかそんなひどくないし、なんか疲労感もあんまないし、もう今日はちょっと遅い時間なんでもう戻ってますが、なんかもう2倍くらい走れそうな体力まだ余ってるし、なんかすごい楽なんですよね。なんかランニングしてきたとは思えないくらいなんか体が軽い感じです。なのでね、ちょっとあれですね、次回から距離伸ばそうかな。さすがにいきなり10キロ、大会前とかは頑張って10キロ走ったんですけど、さすがにいきなり10キロとかいきなり距離伸ばすのちょっとあれなので、次回7、8キロぐらいを2、3回走って様子見て、でそしたら10キロかな。10キロ走るとなると大野原公園とか過ぎたドン・キホーテのあたりまで行くと片道5キロで10キロくらいだから、今日走った倍ぐらいの距離になるんですけど、それ10キロを普段のもっと距離とかも伸ばせると思うので、ちょっと頑張りますね。もう1回ぐらいマラソン大会で10キロくらい走ったら、次の目標はハーフマラソンですかね。でもね、ハーフはねさすがにまだ今の体力じゃきついと思うので、だから10キロの倍だから21キロですよね。なのでいずれハーフぐらい走れればいいんですけど、いずれはフルマラソン走りたいんですけれども、どうだろう、目標としては来年くらいにはハーフマラソンとか出たいですね。この1年間のトレーニングで。うわ、夜の与平沼公園も怖すぎる。これ絶対行きたくないですね。怖っ。よし、56分で 5.4 キロ。結構いい感じ。なんかすごい体力ついてきた感があります。朝食です。少々お待ちくださいませ。失礼いたします。失礼いたします。来ました。いや、2年ぶりぐらいに一蘭行きましたが、めちゃくちゃうまいな。美味しかったです。替え玉2回しちゃいましたね。ラーメンは細麺か太麺かで言ったらね、圧倒的に太麺派なんですけど、細麺は細麺で結構スープの絡みが良くて、細麺は細麺で美味しいです。今日はめちゃくちゃ人が多いです。なんかね、ポケモン GO のなんか新しいやつだかなんだかが出て、仙台駅でもなんかイベントというかやってたんですけれども、なんかみんなそれをやってるみたいで、結構なんかポケモンのコスプレしてる人とかも多くて、でみんな結構もうスマホ見ながら前見ずに突進してくるんで、ちょっと怖いし、かつ人がすごい多いんですけど、なんかそういうイベントかなんかがあるみたいです。ポケモン全然わかんないんで何のことか全然わかんないですけど、なんかすごい外国人も多くてめっちゃ賑わってます。ちょっとアーケード歩くのきつかったんで抜けました。ほら、なんか今日異様に人多くないですか？めちゃくちゃ人多いんだけど、そしてみんなポケモン GO やってる。すごいね。ポケモン GO やってない人見つける方が難しいぐらいみんなポケモン GO やってます。すごい、ロフトにライカゾフォートが売ってる。欲しいな。フィルムカメラもいろいろあるな。いや、フィルムやりたいんですよね。でもね、こういうねお店の中とかはめちゃくちゃ人少ないですね。やっぱみんなポケモン GO やりたいから外にいるんですね。外めちゃくちゃ人多いのに中入ってきた瞬間めちゃくちゃガラスきです。あれ、無印のバームクーヘン一時期値上げして220円とかなったのに180円に戻ってますね。すごい、今時期値下げとか、さすが無印。最近ね、このビッグのスーパーが
めちゃくちゃ安いっていうことに気づいて買い物してますが、なんか感覚めっちゃ安く感じる。いつも買ってるヨークとかよりはかなり安くて、半額とまではいかないけどかなり安く感じた。ちなみにここはあれですね、仙台駅の東口のところにあるつつじヶ丘公園とかまで行かないけど、その間ぐらいにあるビッグのスーパー。多分ね、ここが一番来やすいんですよね。うちから最短距離かは分かんないけど、この駅前とか来た時についでに買い物に来れるから、ここが一番使いやすいんじゃないかな。夕飯です。ハム。夕飯は揚げたて唐揚げ、そしてハイボール。これ絶対相性抜群でしょ。なんかめちゃくちゃ雨やばいんだけど。ということで、1週間が終わったので、一人飲みです。いや、金曜日の夜はね、私の大好きな YouTube が結構投稿されてたりとか、あとライブ配信とかやってる人とかもいるので、この金曜日の夜がね、一番 YouTube 見るの楽しみなんですよね。それもね、7時とか8時あたりが一番楽しいです。